あ、どんどん切れていく。めっちゃ綺麗。悔しい。でかっ。かっこいい。かっこいいね。うん。今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。これちなみに何キロあります？何キロあると思います？これ、8？もうちょっと。7.5。8より上。9。9。ああれだよ。10キロのブリと似たような感じの重さが。あ、まあ10キロのブリ持たんけどね。でかいね。これ部位というか、まずどういう牛からかいきましょうか。山形牛の A5 ランクの、BMS、脂肪考察は12番。っていうのは、マックス。1から12まであるうちの12番です。うわ、でかくなった。部位でいうと、このあばらのところです。あばらのところの、ヒレに近いところ。土屋さんの仕事ってもう、あれからここにするまでもやってるんですか？前はやりました。今は、これが来て、そうです。これの、こんぐらいかな。こんぐらいのものから、小割りしていく。仕事を。そうです。で、この状態、部位に分かれてくるところからは、その、切り手の腕次第。なんですけど、この骨を抜く、ところも一番重要になってきます。そこが下手だと、後々が苦労します。マグロの柵を買った時に、表面がザラザラっとしてるのあるじゃないですか。あれと同じです、私も。大事ですね。最初が大事ですよね。そうです。で、なんだろうな、ジビエとか、やられる人って、イスラムの、おろし方、解体と、モンゴル式っていうおろし方があって、モンゴル式は一切血を落とさないです。吊るして血を出すっていうのが、モンゴル式なんで、イスラム式。それだと、血が回りすぎちゃうし、その血も美味しく食べれる。から、モンゴル式っていうのは、溝のところに包丁を入れて、血管大動脈を切って、で中に溜めとくっていう。実際、その方が美味しいですか？その方が美味しいです。本当にジビエはそういうやり方した方が、全然味が変わります。で、よく本当に、イノシシとか、みんな吊るしてやる人はいるんですけど、なんだろうな、そのまんま、溝のところに入れるんで、こうなりますよね。溝に入れて、で、そこでもう皮を表面に、シート代わりにして、そこから分けてきます。いや、よく見るのは僕も、鹿とかイノシシって吊るしながら。そうですよね。あれが、ほとんどのところは、それです。で、今は、ジビエって臭みがそんなになくなったのは、屠殺してからの時間が短くなったからっていうだけで、また、モンゴル式とは違う。知らない。全然知らないよね。知らない世界だね。本当になんだろうな、モンゴル式って、モンゴルの伝統的な技術になるんですけど、血液が美味しいんで、血液を無駄に流さない。魚と全然違う。魚ってやっぱ津本さんの津本式の究極の血抜きってあるじゃないですか。あれは、血を抜き取る。あれの正反対の、一箇所に血を溜めちゃうっていうやり方です。モンゴル式っていうのは。わかりました。では、早速お願いしてもいいですか？ここからどう？じゃあまず、ここについてる部位。これ、カッパって呼ばれるんですけど、なんでだと思います？カッパ。カッパ。
カッパこのカッパです。着る雨具の。そうです、そうです。はい。雨具のカッパのところにはい。似てるから、はい。まるで雨具を着てるようについてるから、はいカッパです。へー。牛さんとか豚さんがこう、筋肉を震わせるじゃないですか。はいハエさんとかが来ると。はい。それを追っ払うための筋肉。へー。なんで、こっち側は筋肉だけど、内臓でもない、筋肉でもない、油でもない部分はい。へー。これは、僕らって、あんま目にすることないですよね、お店。は、ミンチです、大体。あ、これミンチ。あミンチとか、切り落としとか、はい。ー。へー。美味しいは美味しいんですよね。ね一番美味しいですあ。一番っていうか、ミノみたいな感じ。は知らない世界すぎて。コメント出てこないや。じゃあ、まずここの部位をはい。剥がすはい。のに、さっき言ったこの切っ先で、はい。お、すごい。あ、一回包丁の、この先っちょ。そうです。先で、はい。この膜を、ここの、わー、すごい。いいですか？やってみてください。わー、すごい。この先のところがうまく当たってくれる。はい。これ、映せるかな？もう筋引き包丁で、うん。自分で先丸加工してる。そうです。これが今たどり着いた形状です。究極の。そうです。うん。で、この感じと、はい。筋引きなんかありますあります。を、比べてもらうと、はい。これが一般的な、まあ一般的にはないけど、切り付けの筋引き包丁。はい。はい。で、こっちが筋引き先丸もともと同じだったんだけど、うん。わー、丸っこくなって解体しやすいる。ように先丸にしてる。へー。そうすると、要は傷つかないんですよね。そうですん。鋭さが違肉に刺さう。らない分、筋膜で剥がせる。膜で。うんうんうん。へー。すごい。こっからちょっと僕わかんないです。じゃあ、上だけちょっと、はい。わかりやすいように。はい。わー、すごい。気持ちいい。肉、切り心地最高っすね。で、そしたらこっから、はい。ここまで。そこまでがカッパ。そうです。じゃあ、オイルさん。はい。ハースまで行っていく。剥がすまでちょっと。で、よく、間違ったやり方としては、鼻かっていうんですかね、この真んはい、中鼻か。を使ってやる人も多いんですよ。そうすると、はい。ピンポイントで狙えない。ああ、はい。うわ、楽しい。いや、肉切ってるのが一番気持ちいいかもしれない。この感じが違いますよね、魚とか。はい。野菜とかには野菜とかは絶対ない。できました。カッパですね。カッパ。これは、後で、オイルさんに美味しく、カットしてもらいます。はい。ちょっとわー、楽しみ。どうやって。今度は、この筋。はい。これも、この膜で、この膜わかりますか？わかります、わかります。この膜に包丁を入れると、はい。スルスル入ってきます。ね力入れないでも、で、下の肉を傷つけないあー、すげえ。うわ、すごい。ね本当に膜ある。うん。で。そうです、ここの膜。切れ味を。切れ味を。で、この薄い膜はい。も同じように先を使うと、はい。下を傷つけない。はい。綺麗に、綺麗。で、これを、ここでやっちゃうと、はい。
下に傷ついちゃう。こう、はい余分なところに。あ、本当だ。あ、本当だ。ね、全然違うね。で、ここがわりかしフラットなのは、はい。肉に沿わせて、はい。刃先を上に。で、そのやり方、そこをそうすると、そうです。肉は絶対に傷つかないんで。うわ、すごすぎ。ってフラットな方がいいんですよ、みんなが。そうです。ああ。だから、ちょっとやってみてくだ変さい。にデザインつけてさ、反らしたりとか。そうですそうするとやりにくいんですよ。やりにくいです。てか、めっちゃ綺麗。うわーこれだこの感覚ですね。そうです、そうです、そうですそうです。絶対に下が傷つかない。はい。で、なおかつその切っ先のはい。ところで切りやすい。はい。切りやす切りやすい。剥ぎやすくなる。い。はい。これいけるとこまで入れちゃっていいですか？はい。気持ちいい。はい。これが、筋膜で剥がすっていう切り方です。やっぱ、剥がすですね。そうです筋引きの引くとか切るとそうです。引くってなると、はい。これがもっと下に傷ついちゃう。で、この表面にある膜、はい。これは薄膜なんではい。大丈夫です。はい。ここはここで、魚の、皮の下の、はい。銀側の肉の部分です。で、今度カッパから、インサイド、内側についてるハラミ。はい。で、これも同じように、ここの膜で。おお、あ、ちゃんとどういうアウトサイドもあるんですか？アウトサイドがハラミです。アウトサイわ、どんどん切れていく。ド。ねえ。音気持ちよすぎる。なんかその角度で切るのすごいですね。うん。ねで、ここのはい。油がちょっと邪魔だなと思ったら油を先に軽く取ってあげて、はい。で、さらにここから。え。わあ。うわあ。うわあ。なんか、地層みたい。あ、地層みたいだね。ちょっと天然砥石の。天然の層みたいだね。ねえ。うん。なんかいい匂いするね。生肉なのにさ、本当だ。いい匂いがするなってずっと思ってた。確かになんで楽しすぎるな。うわこの油取るときも、はいなるべく、はい。切っ先3寸うん。ぐらいを使うイメージの方が、はい。傷つかずに済みます。下が。切っ先サンスみたいな。ハッシュタグにできるの。そうだよサ。ンスを使え。木先算数の世界だよ。なんで、ここの3寸ぐらいから、少し丸くなってきてる。はい。で、切っ先がかなり R が強くなってるんですけど、はい。この R がある程度あった方が、はい。油が取りやすい。おー。R があった方が、切る能力が高いってことですか？点で、点で切れるからそうですはい。なんで、そっちの方が、切りやすいです。うわで、この裏のところ、油と油の間にそうなの？そうです、ここで、これ、ー。ASMR。うん。なんか人間もこうなってるのかな？そうなんじゃない？まあ、つき方は違うかもだけど。で、この油の層で入れると、はい。もう、勝手に剥げてきてくれる。うん。なんか、魚のお肉にも見えるね。白くて、この油の部分。この油は使い道があったりするんですか？油も、これははい、使えます。
これでチャーハン作ったり、カレーに入れてコクを出したり、あ角煮とかに入れて天然の甘みを出してあげたり。ー。へー。本当に結構美味しいです。唾液が分泌されてる。うん。私も。お腹鳴った。うん。これがしっかり膜で剥げると、はい。ちゃんとこの筋膜の間に行くと、下の身が傷つかない。うん。それが間違った方に行っちゃうのは、こういう。これはダメな例です。はい。うわー、気持ちいい。これ気持ちいいね。で、これもさっきと一緒で、ある程度刃を上に向けてあげる。うん。いや、解体ショーだね。なんかこんな膜があると思わなかった。そうなんです。この膜で本当に分けるのが、なかなか。いいですか？どうぞ。多分ここで、こっち側に来ます。ここの方に。わかりました。いやー、いい。おー、ちゃんとあるわ、道筋が。うん。間違えなければ、こう、ちゃんとお肉が、うん。ここ切るんだよって。教えてくれますよね。へー。かな？合ってます？合ってます。できた。プレートっていう焼肉商材、並カルビとかで使われるところですね。多分こっちは、おじさんわかるかな？これ、何に似てます？魚で。釜。包丁の形状でもある魚がいるじゃないですか。ハマグリ。ってなると、これは、貝。そうです。貝。で、これは、身。なんで、貝の身。それ由来？そうです。貝の形に似てることから、貝の身っていう。こんなそうになってるんですね。そうです。牛肉って、細かくすると、名前がついてるのは40部位。名前のついてないのはプラス80。この筋膜で剥がしていった時に分かれるのが合計で120前後ぐらいになるんですけど、のうちの80は何を調べても載ってないです。で、食肉の協会とか聞いても名前はないです。新しくつけたりはできないんですか？多分、できるんじゃないかな。こう、日本の美しいもの、花とか葉っぱとかでなんか名前つければ、外国人からしても、あ、これは何なんだっていうのがあっていいんじゃないかなって思うけど、そこまで分けようって思った人がいないのかもしれない。逆に。おしゃれなのつけたい。ねクスターとか。砥石やん。砥石の。じゃあ、ここで、包丁で。てか手でここまで剥がせる。思った。すごい、初めてでよくそんなできるね。で、これを。教えてくれるのこの肉が。はい。これが刃が下に向いたとき。はい。ってどうなると思います？下に傷つく以外ですか？結構肉が傷ついちゃう。はい。っていうのが、初めての人がやる失敗。はい。包丁を上に向けられない。はい。多分包丁持った時ってこう、やや下に行きがちでこのまま行くから。こう行きますよね。そうです。なんで、下の方が傷ついて、この傷ついてもいいような油の方は無傷っていう。ここはここかな？そうです。おー、すごい。
こう、お肉がちゃんと道筋をうん。教えてくれますよね。そうですね。ほらほすごい。ら。すごい。なんか、パンツみたい。うん、パンツみたいだね。てか、ほんと甘い匂いが。そう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 。ずっとね、冷蔵庫から出してからいい匂いがする。これなんですか？で、甘いのはこのお肉が、何食べてる？山形牛って、はい。油がすごい甘いんですよね。あー。で、なんだろう、松坂とか、はい。近江とかっていうのは、はい。逆にその油がそんなに甘くないはい。から、なんていうのかな。で、融点がはい。低い分、美味しく感じる。感じやすいのかなどっちかっていうと。口の中で早くそうです、そうです。届けるというか。で、変な話、この肉も、触ってると、溶けていくはい。のと一緒で、これが、なんだろうな。もっと、融点が高いのになると、油が溶けていかないって触っても。へてか、肉、そんな産地の牛肉によって融点に差があるんですか？あります。同じ牛なのに。そうです。へで、本当にその牛さんで味も違うし、結構差が出る。ちなみに山形牛のなんか、特徴ってのはあるんですか？味の特徴。味は、赤身ははい濃く出る。はい。で、霜降りとか油は、すごいフルーティーな甘さ。それが山形牛。そうです。特徴かなっていう。で、油を全部取っちゃうっていう人がいるんですけど、はい。油は残します。なぜ？それは油に味があるからです。で、赤身質が強いはい。のは油取っちゃうと、白身魚はいってパサパサするはい。のを、は、なぜですか？まあ油が少ない。そうです。はい。それとお肉も一緒で、そこに油がこうまとわってたら、旬のブリとかってどうですか？パサつきにくいです。それと同じなんですよ、お肉も。なんで、ある程度は、油を残してあげる方が、より美味しく食べれる。で、これで、貝の実が磨き終わりです。磨き終わりっていうんですね。磨き。そうです。まあ、お掃除。そうです。俗に言う掃除っていう。はい。掃除ってなんか言い方が悪いじゃないですか。確かに。磨き終わり。で、こっから、まあ、焼肉なのかステーキなのかではい。カットしていきましょう。この中で、はい。ここからここで、一番、はい。身が厚いところって、どこだと思います？ここです。ここですよね。はい。あ、そうですね。ここを、じゃあ、焼肉とステーキだったらどっちが番が大きい方が、ステーキ。そうです。そしたら一番いいところはい。を、先に、この作業めっちゃ大事ですね。そうです。ここで、はい。もう、ステーキの形に。おー、ー。すごい。すごい、これ売ってんの見たことある。こっからは、この、目ね、はい。目に対して、はい。どっちの方がわかりやすいかな。こっちの方がわかりやすいですね。はい。ここの目に対して、目に沿って切っちゃった場合はい。と、この目に対して、逆らって切った場合、こう流れちゃってるのと、しっかり。上の方が細かいですね。そうです。こっちの方がちゃんと目に対して直角に当ててる。ここわかりやすいかな。うんうん。はい。へえ。で、青とはい。白ではい。ステーキ切ってもらえますか？わかりました。一番ここヒレに近くて、はい。柔らかいんで、はい。なんだ、
寿司の切り付けと一緒で最後ちょっと立ててもらった方が、はい。食感がはい。 2パターンになります。そっか。最後、こことここで繊維の入るやつがあるってことですね。ちなみに今、こっちちゃんと白々でやるよ。ひかりちゃん、お腹めっちゃ鳴ってるよ。お腹すいた。もう、こんぐらいからいっていいですか？でも立てて、そうすると、この、はい。ここが、上の立ったところと、はい。ここで食感が変わります。へー。なおかつ、はい。この切った段のところで、はい。水分も抜き方が変わるんで、はい。熱い方に水分が集まってくれる。まあ、食感と味にムラを出して、そうです。わざと出して美味しくする。これが完全白。うん。これ白。うん。わかりやすい。で、青。これはちょっと、これも普通に食べるような。いや、面白い。もう切ってる感じ的には油の超乗ったトロみたいな。うん。ですね。本当に。なんで青とかでも油がついてきてすぐ切れ止まっちゃう。はい。ちなみに、はい。このステーキで、はい。多分これカットしていくじゃないですか。はい。そうですね。で、いや、切り方うまっ。まあ、当たり前か。多分、はいこのサイズが、はい。奥さんのうん。ちょうど美味しく食べれる大きさ。へー。で、こっちはオイルさんの方なんですけど、はい。どう比べてみると、はい。厚さとはい。大きさが違うと思うんですけど、はい。奥さんの方がちょっと顎が小さはい。いのと、女性なんで、小さくしてあげた方が、はい。奥歯で噛んだ時はい。に食べやすい。うん。で、逆に男性とかオイルさんとかの場合は、はい。少し大きくしてあげた方が食べやすいかなっていう。へー。勉強になるねこれ、どんぐらいだろう、オイルさんの指3本分ぐらいかな。はい。本当に。おー、すごい。あ、もう一回もう一回。ほんとだ。で、指3本っていうのは、だいたい奥歯まで入る。まあ、人それぞれ指の太さって違うんですけど、で、多分これが、だいたい3本分。おー。すごい。をこう見て、このぐらいかなっていう。すごいね。すごで、焼肉の場合のはい。柵取り。はい。親指と人差し指で、柵取ってください。この幅で。はい。こっちはダメなんですね。そうなんです。この幅と、はい。人差し指と中指のやつをはい。取ってもらっていいですか？わかりました。こっちの方が気持ち太め？うんうん。確かにそうなりますよね。そうはい。で、この幅っていうのは、はい。焼肉に切るときに、はい。押して切りますか、引いて切りますかって言ったら、この幅で切るときですか？はい。引いて切れます。引いて切りますよね。はいで、目がこっちに入ってて、はい。買いますね。はいで、ハスに少しこう切ってあげるはい。気持ちいい。とはい。ちょうど焼肉になる。うわ、あ焼肉屋さんになった。あ、焼肉だ。で、逆にこっち側のはい。場合はい。がどうなるかっていうと、はい。少しはい。小さくなっちゃう。うん。ここの幅とかが。はい。なんで、これが焼いたら、ちっちゃくなっちゃうと、なんか、ボリュームがないじゃないですか。ないですね、これ。うん。こういう、こんぐらいになっちゃうのかな、食べなくと。
なんで、指2本ここの幅で取るのが一番切りやすい。じゃあ焼肉を切りますか。はい。今これ青ですもんね。はい。厚みも、厚みはお好きな厚さで。わかりました。この縦。はい、縦だ。本当に作りと一緒でいいですか？そうです、そうです。本当にお作りを作るように。はい。うわ魚より切るの難しいですよ。多分、はい。今、切るときに、はい。点からはい。平行にいってるのが早いと思うんで、もっとこわかりました。点を意識しながう、ら。そうです。そうした方がくっつかないかもしれないです。あ、ここで止まっちゃうな。悔しい。これ白でいきますね。はい。待って、悔しいな。絶対。もうこれ刃渡りが。さすがです。すぐできちゃうあたりが。本当に。先に一番のコツは、これがここにあるイメージ。そうです。この刃元に人差し指があるっていうイメージだと、はい。どうしても切っ先に行くとくっついてきちゃう。魚切るより肉、これ切らした方が上達しそう。切る。魚より難しいですよ。難しいですか？肉切ってると、だんだん油が刃先にくっついてきて、はい。切れ止まりがしやすい。そういう時ってどうしてるんですか？洗います。洗ったら復活。洗うだけでいいんです。なんか。洗剤で洗って、ちょっと戻るぐらいで。で、こう、よくスチール棒みたいなシャンシャンやるのは、絶対やめた方がいいんで、やらないです。はい。それをやるんだったら、変な話、仕上げ通しで、はい1回か2回、さっさってやった方が、切れ味が戻るかなっていう。で、これが、焼肉。で、これが白。これが青。はい。で、さらに、これを、味の変化をつけたいよ、なった時に、実白の方で、はい。待って、ちょっと衝撃受けてるわ。こんな違うと思わなかった。うわー、悔しいな。切って、これを、はい。片面だけ、はい。スリットを入れてあげる。隠し包丁って。そうです、そうです。隠し包丁を入れてあげ、これを十字にするっていうのもあるんですけど、なんか、牛タンとかでやったりします？牛タンでもやりますね。格子状に。そうです。で、これも、この、綺麗、切り口。はい。このサシの大きいところ、これで言うとここ、はい。に、スリットを入れてあげる。隠し包丁を。しかもこっち向きの方がいいってことですね。そうです。これに対して。で、目が細かくなってきちゃったよとなったら、これも、おしゃれ。してあげると、この、広い油が、ここで全部分かれて落ちてくれる。はい。から味がまた変わってくるっていう。ブリの時って、はい。切れ込み入れますよね。はい。それと同じように、3本、4本、5本ぐらいここにわかりました。入れてもらっていいですか？こんぐらいです。はい。はい。で、平作りで、はい。一回切れ込み入れて、はい。あ、切りかけ作りですね。あ、そうです、そうはい。です。わかりました。本当にお魚みたいにいきますよ。はい。あ、そうです。あったんですか？これも、はい。ここで、はい。断面が、はい。味が変わるまた。こっちの方がさっぱり食べれる。へえ。もう食感だけじゃなくて。そうです。味も変わります。まあ焼きの入り方と油の出方が違うから。そうです。次は、こっちで、はい。
その形状がなんでなったのかっていうのが、はい。はい。ちょっと待って、もう一回行きたいな。圧倒的にこっちの方が切りやすい。その理由はやっぱここですよね。そうですね。この R をつけてやるっていうのが、ちょっとまっすぐな方だと、ここで一旦重くなるんですよね。重くこう、ペッと止まって、だからまさしくその、はい。タコで切ってもらうと、はい。わかるんですけど、これ、破線がまっすぐめのやつ。うん。うん。もう、ここら辺から重くなるんですよね。で、切るのがちょっと大変だなっていう。まあ、切れますけど、その、ね。止まるっていう抵抗が強くなっちゃう。R、めっちゃ大事。大事そうだね。これ、魚だったらそこまで感じないんですよ。あんまり、そこまでなくても、切れちゃうと思うんですよね。でも、肉はこう、ある程度点で入っていかないと、重く繊維を潰しちゃう。はい。抜け方が全然違う。スーッとこう、滑らかにいってくれる。ですね。で、あとやっぱ、小指ですね。そうです。小指が、重要になってきます。小指で引くのと、この動きですね。そうです。小指が手前側で、人差し指は奥に行くイメージ。はい。そう、ここの意識と、人差し指はもう本当にここにあるイメージ。で、あと、体はちょっと横にして、ここが引きやすいようにして、こう描くと、引きやすくて、さらに包丁があると、めちゃくちゃ引きやすい。筋引きってあんまりRないですよ。ないですね、ないです。R の案内は大事ですよね。ありすぎは絶対、例えば、これだったら絶対やりすぎ。これは切り。ああ、ね。ですね。こうなるから。そう。あったら、ありすぎで。じゃあ今度は、カッパを切りますか。この先丸の形状になってるっていうのが、よりわかりやすいところです、これ。まずちょっと軽く揃えちゃいます。はい。これだけだ。楽しそうだな。これを、イカ刺しみたいに、で、これと、通常のやつで、やり比べてみてください。わかりました。そうするとその切っ先が先丸形状がいい理由が、より分かりやすいかなっていう。こっちまで切っちゃっていいですよ。いいですか？こっちも切る。わかりました。楽しい。で、そしたら通常の、あれでやってもらうと、ちょっと待ってね。これ、立てようとすると、こういうことですか？そうなりやすいってことですね。そうです。で、こう寝かそうとするとうまくさ、てか待って、めっちゃこういっちゃうな。深く入りすぎちゃう。そう。ちょっとだから難しくなる。この調整が。奥まで入りやすいですね。だからこれの違いで、こっちだと、こうなりやすいってことですね。そうです。深くまで。本当に同じように切った。全然違うね、入り方が。全然違うよね。やっぱこの先丸のここが奥まで行くのを止めてくれる。から、より綺麗に早く切れる。感動しちゃったのかもしれない。全然違うね。表面だけを今の速さでこれだけ精度よくできるっていうのは、先丸だからですね。そうです。先丸にすると、本当に下まで行かないで、さっ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 と。ぴゃぴゃってなるの？どういうこと？持ち上げたらさ、ポコポコポコってなる。うわー。中上摂理。中上摂理。
なんでこんな油つけっぱなしなのって、はい。絶対みんな思うと思うんですよ。これは、ここに理由があります。ここをカリッカリにしてあげるんですよ、油を。カリッカリにしてあげるんですね。ここを。そうすると、さっき言った、カリッカリな面と、さっと火入れる面。うん。そうすると、この油が、くどく感じなくて甘さだけが残ってくれる。3等分に切っていいじゃはいないですか。そうです。3等分に。はい。そっか、でもやっぱ、いや、土屋さんの方がスムーズなんだよな。悔しいんだよな。そりゃあね。うん。でもこの包丁を、モリさん研いだらもっと切りやすくなると思います。あ、本当ですか。わかりました。でも今度これは、立てないで、はい。そのまま、切るっていうのは、はい。ここの面をはい。カリッカリにするのに、はい。立てちゃうと、ここが狭くなったりはい。しちゃうから、このカッパの場合は、まっすぐ落としてあげる。で、これって、誰か師匠がいるんですか？教わる？自分でいろいろやりました。飽きるぐらい食べたし、指がなくなるぐらい手もいっぱい切りました。指がなくなるぐらいの。本当に1週間に2回3回切って、で、最終、こうなりました。いや、なるほどね。で、当時の親方には、大丈夫だよ、手がいっぱい切っても、切って覚えろよって言われてて、じゃあ切ってもいいやと思ってたらいっぱい切りすぎて、そのうちに親方に言われたのは、おめえそんなに切ってると指なくなっちまうぞって言われて。あれあれ言ってること違うじゃんみたいな。そこまでびっくりしたんです。びっくりした。そこまで切ると思わんかった。これ想像を超えたんだと思いますよ。いや、これ、もうね、俺この時点で多分うまく切れないとわかんないよ。うん、まだまだ。ほら、ちょっとぎこちないでしょ、動きが。難しいって。一番難しい、今までで。多分、はい。今、はい切ってる時にはい。真似すると、はい。こうなってるなってます、なってます。のを、このめっちゃ綺麗まま、悔しい。はい。左手は添えるだけで、はい。右手は、で、多分さっきのが、一気に切っ先に行こうとして、はい。押しちゃってたんで、はい。なんで肉が少し動いちゃってた？切ろうと思って、行き過ぎちゃってたっていうのが、それで、こっちにはい。行こうってなっちゃったんで、それを、もう変な話、これだけで。本当に包丁は必要最小限の重さだけで。わかりました。わかりました。そういうことですね。そうです。はい。あとはこう、多く仕事をする場合って、うん。自分で切るのと、はい。包丁に仕事してもらうのと、はい。どっちがいいと思います？包丁に仕事してもらう。そうです。はい。まさしくこれの切り方がそうなんです。自分で切ろうとすると、切りづらくなっちゃう。うん。全然違うよ。見てても伝わる。全然違う。すごいスムーズ。うん。すごい教えるのも上手なんですね。ねじゃあ、おじさんうまいんで。吸収が早いですよね。吸収が早いんで。いや、今日めっちゃ僕、技術、レベルアップしました。今日で。なかなかこう、肉を切るっていうのが、うん。分かってるようだけど奥が深い。奥が深いです。で、ポイントがみんなこう、はい。分かりにくいっていうのがありますよね。どうしてもこう、なんだろうな、魚とか
フグとかって、はい。わりかしこう、力うん。入れながら切らないと、身が硬くて切れないっていうのがあるけど、逆にこれは、身が柔らかいはい。からこそ、力を抜かないとっていう。うん。いやなんだろう、かつらむきみたいな感じです。そうかつらむきってこう力入れて切ろうとすると、切れないじゃないですか。でも、力抜いて、動かせば、完全に、そう、道具をうまく使うかどうか。いやー、面白い。ちゃんと技術だった。いや、いろいろね、理由、なんか下が油だから滑っちゃうとか、しょうがないとか、多分言う人いると思うんだよ。違うの。こんな油まみれでも、ちゃんともう包丁をうまく使えれば、全然、動かないで切れますよね。いやー、はい。ありがとうございます。うわ、気持ちいい。じゃあ、はい。これカッパっていうところなんですけど、はい。カッパは今、みんな青ですね。今全部これですね。そうですね。楽しそうだね。めっちゃ楽しい。白で。白で。はい。やっぱでも型番だからさらにこういきやすいですね。そうです。めっちゃ広く取れますね。だから今度は、もっと、持つときに、はい。親指を上にした方がいいです。はい。親指に少し力入れてあげると、跳ね返りがなくなる。そうですね。だから、こういくのを押さえると。そうです、そうです。そうですはい。そう、さっき俺親指ここら辺でもいいのよかったの。両刃だから。でも片刃の場合同じようにやっちゃうとこういっちゃうから、今みたいにね。だから親指で角度を一応固定させる。いや、でも慣れが必要だな。これ多分でも、止まってきてるのかな？早いですね、こう油切ると。青の方が、止まりは遅い？これ白、止まり早いですね。早いですね。はい。なんか、あれ、こんだけしか切ってないのも、っていう感覚に。ほんと入んないんだよね。入り口が。ね、滑っちゃってる感じする、すごい。白ってこんなに早いんだ。油も、なんだろうな、こう、藤原さんとかは、聞いたのは、肉って僕たちそんなに切ったことないんですよ。はい。魚とか、野菜とか実験で多くやってるけど、肉で多くそんなにやったことはないけど、実験的には白の方が早く止まる。なんかやると、身をもって感じちゃいますよね。違いすぎてびっくりしました。それが、白だからなのか、とか、白1、白2でまた、変わってくるじゃないですか。そういうことか。いや、僕、肉用でいいって聞いたのが、ダイスコー。ダイスコー。がいいって聞くんですけど、それ理由かもしれないですね。その油に、止まりにくいというか。でも、青でもずっと結構切れますよね。そうですね、わりかし。でも白、ほんと、これしか切ってないのに、全然もう切れないと思う。でも味は白の方がいいっていうので、ただメンテナンスとか、そういうの考えるとどうなのかなっていう。肉は本当青か。仕事でするなら青かもしれないですね。やっぱ長くってなるとそこですよね。ただこう、美味しさを求めるってなると、包丁白1を何本も持ってるよとか、白2があるよっていう人は、それでもいいかなっていう。これでいいですね。同じように。いや、めっちゃ切れるわ、本焼き。本焼きとかすみって結構変わってくるんですかね？全然違う。僕の中では全然違います。同じ鋼材でも。で、それが白 1？ これ白1。こっちの方が切りやすいです。切りやすいですよね。切りやすい。
かも、これ刃線まっすぐだから、こう行こうとしないと、切るのがちょっと難しいですよね。ちょっと難しいですね。うん。しかも最初の、今最初切った1投目と今の4投目で全然もう違います。違いますよね。はい。これだからまた洗ったら復活するんですかね？そうです。意外とそれで落ちます、油が。これはもう、めっちゃ切れ味復活してるわ。すごい。白って油に弱いというか。なんかこう、対摩耗性が弱いっていうけど、あからさまに肉の場合って出やすい。切り方とかポイントは和食に似てるかなって。はい、そうですね。切り方は、はい。切り方とか使い方って割烹料理とか、和食の切り方に基本は一緒。はい。です、肉も。本当に、どんぐらいだろう、20年とかそんぐらい前は、押して切りなさいよって、肉って教わると思うんですけど、冷凍の肉を切ってたから、押して切りなさいっていう教えでした、昔は。はい、今はこういう、チルド、冷蔵のお肉なんで、より美味しさを出すために、引いて切った方が、絶対いいです。ステンレスは切ってなかったですよね。切ってない。ステンレス、じゃあ、はい。買い飲みでステンレス切りますか。はい。なんか贅沢。実験や。切っちゃいましょう。切れるな。めっちゃ切れます。びっくりした。それ鋼材なんですかね、ステンレスの。でもモリブデンっぽい。そうなんですかね。MV な気はします。アイスとかではなさそう。アイス銀酸ではなさそうです。多分これ買ったのが14、15年ぐらい前。へー。っていうと、出てるのモリブデンとか、ですね。そっち側ですかね。はい。めちゃくちゃ切れる。ステンはあんまり油負けしないんですかね。です切ってるね。感じ。なぜかステンレスはわりかし長持ち。へえ。ただ味は面白くない。うん。ステン。これ美味しそう。白、青、ステン。はい。で、モリさんがバチバチに研いでもらったので、味比べすれば、こんだけ違うんだよってのも広まるだろうし。そうですね。それ比べると同じ研ぎ手が研いだないとわかんない。わかんないですもんね、実際。小刃の付け方も、糸も違うし。あと絶対、最後の仕上げの番手。まあ、中戸で終わらせるのか、仕上げまで持っていくのかで。で、砥石も、ビトなのか、レジなのか、マグネシアなのか。今はフリーランスで入ってます。業務委託っていう形で。業務委託でそうなんですか。社員じゃなかった。フリーランス。来た？あ、そうなんで、呼ばれれば、まあ、日本全国どこでも。へぇもうだからプロフェッショナルよ。本当に。その技術を買われて働いてる。なんだろうな、こう、人それぞれに合った切り方、柵の取り方っていうのを教えます。教えれますもんね。はい。すごいね。それ楽しいですね。で、こう、なんだろうな、その人の骨格とか、筋肉のつき方で、あ、この人はこういう風な教え方、切り方がいいなとか、のにチェンジして。そこまではすごいな。素晴らしいね。まだまだ。すごい。まだまだ。もっともっと。もっともっと行きましょう。もっともっと。では。贅沢だ。はい。では、この後はもう焼いて食べる。焼いて、食べ比べしてもらって、
どんな感じか。本当に味を知りたいんで、塩コショウはなしの方で。はい。よろしくお願いします。ね、葉っぱから焼きましょうか。葉っぱから。はい。油から焼いてもらって、はい。もう油が出てくるんですけど、はい。油吹きながらカリッカリにしたのと、はい。カリカリにしないバージョンはい。を作ってもらいたいです。そのカリカリにする理由っていうのが、ちょっと硬いんだけど味が濃い。噛めば噛むほど味が出てくる部分。へー。これ絶対カリカリになるよね。うん。あ、焼き目。ね。わあ、いい匂い焼き肉の。本当に甘い匂いする。うわー。油敷いてないのに。こういう油で卵焼き巻いたりとかも。ああ、取っといてね。そうです。本当だ。全然サラダ油使うより全然いいでした。ちなみに、はい。ヒレ、わかりますよね。牛ヒレとか豚ヒレとか。はい。名前何個わかりますか？シャトーブリアン。シャトーブリアン。僕知らないですよ。テとフィレミニオン、シャトーブリアン、トルネード、フィレミ大体こうシャトーブリアンって呼ばれてるのは、はい。フィレとはい。フィレミニオンを足したそれプラスシャトーブリアン本来のはい。ところなんで、5等分のうちのはい。 3分の1がはい。シャトーブリアンで出されてることが多いです。なんちゃってシャトーブリアン。なんちゃってシャトーブリアン。トルネード気になるの。ねこうヒレって細くなってるんですよ。はい。あそこです。細くなってるところがトルネードっていう。それはランクとしてはちょっと下なんですけでもシャトーブリアンよりうまいです。ど。そうなんだ。いただきます。はい。いただきます。どうぞ。これは噛めば噛むほどだ。どんどん出てくる。うん。僕ね、味付けしてないよ。うん。味付けしてないのになんでこんなちょっと美味しいんだろう。香りがあるからじゃない。うん。もう一個うまいか。あ、美味しいわ。油が全然くどくない。うん、油全然くると思うよ。で後半噛めば噛むほどこう油が伸びてくる、甘さがのも特徴です。この香材的にも。うん。でカリッカリに焼いた方が食べやすいと思うんですよね。そうですね。カリカリに焼いた方が食べやすいですね。次、青で焼いてみますか。はい。今度ははい。食べたら今の味と比べてもらうとびっくりすると思います。こう香材も本当はすごい切るのに大切な要因のうちの一つだけど、そこまで気にしないで切ってる人が多い。肉の場合は特に火入れちゃうからいいじゃんとか、そうですね。本当に香材にこだわればこだわるほど味が良くなったり、京都の能見レストランさんも、白だと思うんですよ、使ってる香材的に。そうですね。っていうのは多分そこからだと思います。後半の伸びを良くしたいっていうので。今もうまいのってそれかもしれないですね。こう口の中にこう残っててくどくならない。いや楽しいですよ、こういう話ができるの。こうなんだろうな、本当に肉も魚も、やっぱりそこが分かってくると
楽しくなってくる。このちょっとした違いも大きな違いですよね。大きな違いですね。感動させる料理ってこういうことだと思う。変な話、こう盛り込みとかも、はい、今ここで、この間、おいさんが、伊豆でしたっけ、青いち、白いち、ストリックスとか。そうです、そうです。あれみたいな感じで、香材の食べ比べっていうのがあっても、お肉は面白いかもしれない。本当よく来るお店で札でさ、シンシンとか、ね、それ食べとんすか。そうです。それの青いち、青いち、白いち、わかります。それ絶対やりたい。その札作りたいですよ。ね絶対なんかそういうのをやれば面白い。面白い。こんなに焼いて違うのっていうのが、お客さんがそうですね。お客さんがその場でやっぱ比較させれるのはめちゃくちゃいいですね。何焼いてるの？今ひかりちゃんが食べたのは、白羽でで切ったカッパ。今やってるのは青羽でで切ったカッパ。その違いがどうあるかっていう。なるほど。多分この油の出方も若干変わってきてるかもしれない。少なからず白の方が切れ味的にはいいじゃないですか。ってことは油が出にくい。でも青の方は出やすいって言って、多分ちょっと油も食べたい。めっちゃ楽しい。食べたい。ちょっと食べると余計。本当土屋さんにお店をやってほしいです。お店やってほしい。切れ味もだし、おもてなし力も。できれば面白そうだけどな。まあゆくゆくはちょっと出したいな。このくらいのカリベーコン。あ、そうです。美味しそう。うわ塩してないのになんか美味しく感じるのが結構不思議。すごいね。美味しいと思っちゃう。こう塩とかしちゃうと塩の味に変わってっちゃう。味比べは本当にそのまんまが一番。じゃあ青羽でいただきます。いただきます。いただきます。いや、美味しいです。美味しいよ。美味しいけど、本当だね、印象が変わりますね。こっちの方がなんか馴染みのある味がします。なんか肉だみたいな。めっちゃ美味しい。でもこう最後に口に残ってくるはい、油の余韻とか後味が少ない。香材の青と白が結構。なんかさっきの方が油が甘く感じた気がします。でも部位は同じ部位を香材が違うだけで甘さがこんだけ変わってくるっていう。いや、これ面白いね。違ったわって感じ、本当に。ねえ、どうぞ。でも本当さっきひかりちゃん言ったように、よく食べる方はこっちですね。普段。なんか焼肉食べ慣れた風味がね、さっきのこの甘さがこう前面に香りから出てたから。後になればなるほど口の中にふわーっと伸びてくる。鼻に抜ける香りが違いますね。こういう青と白のお肉の切り比べって周りやってる人いるんですか？いや、誰もいないと思う。でも本当に包丁が好きでとかじゃないと、包丁を青と白とステンレス持ってるっていう、まずそこがないかもしれない。まずそこ。肉は初めてだな。こんな変わるんだ。大体のお肉屋さんって正弘でしたっけ、なんか。正弘、はい。あそこの香材って何ですか？あれ大好きです。肉は。じゃあそれです。そう。木の絵の
肉あれはで売られてるやつです。そうです、そうです、そうです。あれを大体どこも使ってます。茶色いつばなしのやつ。あ、そうです、そうです、そうです。面白いですよね、その鋼材でこうも変わってくるんだっていう。本当に意味が分かりました。油の伸びそうです、っていう表現が後半の伸びしろっていうか、が青よりかも強い。でも青は口に入れた瞬間にバンっていう強さだけが来る。けど後半になるにつれて、なんかガム食べてるような風味が弱くなる。無理さん、それコップ置いてる。ありがとう。白からいいですか？はい。白青ステンなんですけど。はい。異端児であればいいと思ったんで、時代の異端児。生地方もそうだし、すべてにおいてみんなと違うことを違う道で先に行こうみたいな。そういう人がある。みんなと違うことをすることにヒントがありますね。そうです、そうです。かりちゃん焼肉できたよ。イエーイ。これが何もつけないでハラミ食べるの初めて。美味しいわ。いや、いいね。なんか肉が筋肉になってる感すごい。エネルギーを食べてる。はい。OK です。では次、青木です。覚えてね。あ、このお肉ってどんぐらいすると思います？こんな感じだろうな。調理師学校の包丁セット張りのあれだと思います。7万。それ買うときにもいいんですよね。はい。元値は。元値はそうですね。だから包丁とセットって最終の売りは、まあ7万8万ぐらいだけど、元って正直1万2000円とかそんぐらいですよね。これも変な話、まあ、9キロで同じぐらいですよ。今8000円とかそんぐらい。びっくりした。そうなんですか。が元値を、まあ、みんな高くつけるから、それが、まあ、変な話、包丁セットと同じような。これは NG ですか？どっちでもそこは。いいんじゃないですかね。びっくりした。いやだって麻布十番そこの肉屋さんでさ、この 100g のイチボが確か、まあ、2800円とかそのぐらいするんですよ。そんなするんですよ。そうだよね。だって 200g ぐらいスーパーとかで売ってるお肉だって。そう、このパックされたこれのイチボとかランプで、そんなそうですね。するよね。だからそれで俺今計算しかけてたからさ、9キロに。でもね、やばいなと思って。本当にその包丁セットのあれと同じような感じですね。まあそっか。こうまあね、間に入ってる。そう、倍。間がいればいるほどどんどん。まあ食べましょう。食べましょうか。これが青できた内原。そうです。いただきます。肉だ。これ肉だ。違う？違いが。ちょっと待ってね。これはでも今は分かりやすい。その余韻食べた後はこれ違いは分かりますね。
今から見る。そうそうそう。うん、白の方が長いっすわ。こうずーっと口の中で香りが続いてくれてって、ちょっと次、ステンいっぱい。ステンのハラミを。どうもどうも。いただきます。うわ、肉汁がすごい。あったか。レモンうんそうだ。白ご飯が欲しい。確かに白ご飯欲しいな。ずーっと味がフラットですよね、これは。確かに言ってることはなんとなく。フラットだし消えます。消えるの早いです。香りがね。今もとすぐ消えてる。青より消え方は早いなと思う。そうです、早いです、本当に。青より味も薄いし、消えるのも早いみたいな。本当だ、なんかせっかくのあの油が全然こ甘さう最後がしない。残んないというか、甘さが全然。なんかちょっともったいないですね。うんこのお肉で食べるにしては。こういうのは、ステンレスは輸入の方が向いてるっていうのは多分食べてもらって分かったかなっていう。はい。あれもそう、魚でいうと鮮度が結構落ちたやつはステンの方がいいんですよね。あ、そうそうなんですよ。そう。この方がまだ美味しく食べれると。消す。そう香りも臭みも消すし。白で切ったバージョンみたいな、輸入が。より臭さが出やすいと思うんで。はい。でもここまで香りの余韻の違い、消え方の違いは肉の方が分かりやすい。魚は本当に食べてる最中が結構間違いが分かるんですけど、もう口に入れる前から分かるんですよ、魚は。あ、もうそう、口に入れる前のこの香りが違うよね、魚とか、そうだね。そう、でも肉は最後お尻が全然違う。伸びるかもう、っていう感じになるのかっていうのが。おすすめは白だけど、たくさんの仕事するのはちょっと大変かなっていう。ちなみに土屋さん的にその番手の差ってどういう違いがあります？例えば1000番で終わらせたカットと、6000番で終わらせたカットと天然で終わらせたカットみたいな。だと明らかにこれ上げてもらうと分かるんですけど、明らかにドリップが少ない。番手が高くなると。でこう多分みんなお肉屋さんとかって1000番で終わらせてるところも多いと思うんですよね。1000番は雑味がすごいです、肉もやっぱり。でその分色もすぐ悪くなっちゃいます。例えばこのお肉の苦味が出やすい、1000番だと。でも天然とか6000になるにつれて、その苦味っていうのが100あったうちの10とかまで下げれる、っていうのがまあ番手の違いかなって。そうだよね。あ、すごいいい色。いや、やっぱ俺今日めっちゃレベルアップしたよ。すごい上手になってる。俺ね、見て、すごい美味しそうでしょ。角が立ってるね。いやー、贅沢だね。ウイリーさんは何で知ったんですか？ YouTube かな。なんか研ぎの動画見た気がするんだよな。でも結構もう初期の頃ですよ。だってなんか切ってる時から違うんですけど。違います。ドリップの出方がね、こっち白なんですよ。はい。で、白でもちろん切ったんだよ。で、これ青で、これ青で同じの切ってるんですけど、母ちゃんちょっとここ取ってて、この切ってる時にね、これ、同じフライパンで全く同じ焼き方して焼き加減ね。で、白だとこれなかったの、このなんか肉汁の出方。これなかったのよ。この、なんかちょっとじわじわきてる感じ。いや、合ってますか？合ってます。やっぱそういうことっすか？
あ、油が。油のデカ切っ出やすいてる時ので、ね。この、変な話、ここの、切った後の、そう、ここね。が、おー。白の時こんなのなかった。あでも本当に違う。この押さえた時のこれとか、なかったのよ。これね。うん。すごいわかる。うん。テラテラしてるもん。ですよ。びっくりですね、この、本当にっていう。うん。ここれ違うってなって調べたくなりますね。何がどう違うんだっていう、全く同じところを、青と白で立地変えただけで、なんでみたいな。そもそもなんで青白でこう切り比べしてみようってなったんですか？まず一番初めに持ってたのが、根の日さんの包丁から初め入って、はい。で、そっからいろんな鋼材のやつを買ってって、スケナリさんも買ったりとかして、なんか白紙っていうの切れ味がいいな。青紙ってどうなんだろう、買ってみよう。で、研いで、あれなんか切れ方も違うし、食べたら味が違うぞ。で、そこからいろいろ調べて。君にも同じことが言えるなっていう感じ。そうです。全然違う。入りは、みんながみんなですけど、調理師学校とか行った人、入りはステンレスなんだよね、多分。そうだね、最初。で、鋼行って白を使った時に、切れ味の差に感動するんですよね、その違いに。で、やっぱ包丁屋さん行って白を買う時に、青っていうのもあるとか、なんか鋼材を見る機会があるわけじゃん、包丁屋さん行くと。多分そういう流れでハマる人で、藤原さんのところ行ってみたりとか。一歩足踏み出すとすっごい世界。もう沼なんだね。人造と天然だったら天然の方が絶対にいいでしょ。日持ちもするだろうと思ったけど、比べたら天然は日持ちが肉はしなかったっていう。面白いね。みたいな。天然も種類あるから。でも基本は合わせるとその仕上げのやつですよね。なんで天然でやってんのに色変わんのみたいな。白と青の違いが。すごいよな。断面がってか本当に違うんよ。白。こっち白。多分切った断面も結構。なんかね、ドリップの出方違うの、この。油はすごいね、ほんとこっち。ちょっと難しいね。でもね、全然違うんだよね、油が。テラッテラだね。こっち多分もう閉じこもってる感あるんですよね。そうです、中にギュッと。そんな気しかしない。いただきます。で、こうちょっと、なんていうのかな、油がつけっぱなし、取ってなかったっていうのの意味が、噛んでいくと最後に出てくると思います。唾液出てきた。うまみが。青。なんで？すっごい違うよ。多分こう箸で持った時に青の方が。ひかりちゃん来て。そう。見てて映るかな。このね。まずじゃあ白いくか。いくよ。箸持つ時こういう感じね。油がね。この出方がね、もう違うの。違うね。肉眼だと全然違う。
一番わかりやすかったのは、こっちの方がパサつきがあります。こっちの方がですよね。やっぱあ気になる、なんか。りこれを見れば、これもわかりそう。これわかりやすいよ。この大根の箸置きが白鋼。うんうん。油が少ない。口なんかもう、めっちゃ出てるね。うん。あこの切った時にも、それだけ水分がここでうんうん。出ちゃう。で、さらに焼きながらも出るし。そうです。で、さらに、休休ませて切っても、さらに出続けちゃう。そう。う切ーん。る時にも出続ける。ね箸で持った時も出る。持ったとき、わーってね。うん。まあちょっと大げさだけど、鶏もも肉と鶏胸肉ぐらいのパサつきの違い。うん合ってますか？合ってます。いや、びっくりした。うん。ね。うん。へえ。そりゃ味違うよね。それ味違うよね。本当に。なんか白食べてから青食べちゃうと、なんかすごいパサついた肉だし、なんか調理間違えたかなって思いやすい。うーん。で、多分逆に肉の料理とか、ローストビーフとかが多分一番わかりやすいかもしれない。へえ。絶対そうですね。多分そうですよね。一番わかりやすいと思う、ローストビーフ。肉料理してて楽しいなって思いやすいのは白の方がより、なんか今日の料理美味しくできたって思いやすいというか、なんだろうな、同じものを香材変えるだけで愕然とした差が生まれちゃう。うーん。で、今塩コショウもしてない素の状態だけど、うん。塩をするとさらに味がちょっと変わる。へえ。ちょっと塩で食べてもらって。うわ、うまっ。美味しい。この塩の味がないバージョンと塩だとより塩味が入ることによってバランスがよく出てくれる。うん。あ、美味しい。うまうま。うまうま。じゃあ次。うん。口の中入ってるかゆっくり食べてくださら。い。喋りたい。どうぞゆっくり。へえ。まあ違いがまあこれはもともと分かりやすかったですけど、さらに分かりやすかった。さらにこう出やすい。あと本当にうまかった。で、タレで食べたいよってなった時は青で切った方がいいです。へえ。なんでですか？そっちの方が後の味はい。がない分タレで補あ強してくれる。ああ、なるほど。付け足してくれる。うんうんでも白だと甘みが残ってる余韻の中にタレの味が入っちゃって、うんってこんがらがっちゃう。ああ、混ざる感じですかね、味が。焼肉屋さんとか行きますか？いやー、ほとんどいかないかな。まあ、行っても、例えばカルビって頼んで、うん。出てきたのが、ここの部位使ってるんだ。から、食べたら、これどこどこで買ったやつかって。すごい。わかるんだ。で、変なし、オスの巨生とメス牛があって、ここは巨生の牛使ってるんだとか。そんなんわかるんですか？わかるんだね。やっぱ味変わるんだ。柔らかさとか。そうです。
で、今回のこれメス牛なんですけど、より融点が低くて甘さが強く出やすい。へえ。そうです。へえ。で、巨星は派手だけど硬かったり臭い和牛なのに。うん。じゃあ今回のこのお肉の、巨星の同じ番手のものを用意したときに、なんかめっちゃ臭いじゃんみたいな。甘い香りじゃない香りがするイメージです。へえ。じゃあ、虚勢してるしてないで値段違うんですか？値段は一緒です。あ、そうなんだ。そこはそんなランク付けはしてないんですね。全部食べちゃった。全部食べちゃいな。面白いなぁ。知らない世界。ここ肉も食べ比べると、あ、こんだけ違うんだってなりました。もうだからね、それを今日伝えに来てくれたんでしょうけど、想像以上だったな。想像以上だったの、味はそうですけど、僕本当にこんな切るのが難しいと思わない。肉の。はい。やっぱ柔らかいから。油があって柔らかくてっていうのは、本当に切る技術が、切る能力、道具と切る技術が本当に要求されるから、今んとこ僕本当にどの魚とかどの食材よりも肉が一番難しくなっちゃいました。だからこれをできちゃえば、てかもっと言うとこれができないと、今までできたってものでも本当は細胞を潰してるのかもしれない。そうこれができたら本当の意味で細胞を壊さずにきれいに切ることができるなと思いましたね。で、面白いのは煮込み料理するとめっちゃ面白いです。アクの出方が違う。そうですね。鍋する時もですけど、アククのすくう量が全く違う。本当に。で、煮込みほど白で切ってもらった方がより美味しいです。出ちゃわないからですか？煮込んだ時に。そうだし、出てもそれが出汁に少し入ってくれる。なるほど。でも青だと今みたいにどんどん流出出てっちゃって、さあ食べましょうって食べた時にパサパサするとか、なんか柔らかくないっていう風に。なるほど。多分刃物メーカーの人も見てくれてる。もし理想のお寿司屋さんの中で理想の形状も具体的なほど嬉しいです。何センチの隙間の形状とかあれば伝えてください。多分尺が一番いいです。尺の先丸、それが7寸とかになると肉の幅に対して2回3回って切らなくちゃいけない。1回で切れない分食材が傷んじゃう。からまあ片刃の先丸の形状が一番。両刃よりも片刃。そうです。両刃は少なからずこの側面抵抗で味が変わってきちゃうんですけど、片刃はぶらつきがある分抵抗がない、から片刃の方がより美味しさが出やすい。肉もそうですけど、そっちの方がいい。で多分先丸って大体こういう先丸のイメージ、こういう先丸のイメージだと思うんですけど、この2本かな。そうですね。をもっとこの R を強くする。そうですね。この話ですよね。そうです、そうです、そうです。の方が切りやすい。まあ剥がしやすい。で繊維を壊さなくて済む、と思います。厚みはもうなんかちょうど良さありますか？厚さはまあそうですね、多分このぐらいで全然いい。逆にしならない方がいいです。しならない方がいい。しなっちゃうと無駄に力入れるんで、より筋肉、まあお肉を傷つけちゃうっていうのが。なんでこれ全然しならないと思うんですけど、そうですね。普通の洋包丁とかだとしなりすぎちゃう。しなりますね。から切りづらい。
肩は尺、先丸で R 付き。一番良さそうですね。先丸って要はここ裏押しがないんですよ。そうここ抜けちゃってるから、裏すきがそのまま。だからここ裏押しをつけれなくて、ここ刃もうまあ帰り残ったままなんだと思うんですけど、大体のやつが帰り取れないから。だから確かにここそう処理が難しいですよね。裏から高値入れてそう引っ張っちゃうのか。まあだから職人は難しいですね。多分肉をさばく人は絶対こういう先丸の峰側はフラットな方がやりやすいです。峰ガチフラットがいいですか、それともこれ RR じゃないですか。気持ちほんの気持ち。そうです。この R がかってるところぐらいから少し、こっち側も同じく。そうです。パッドがやりやすいですね。なるほど。いやー、勉強になるな。ここまで行くのに苦労しました、形が。やっぱり普通の形状ってなるとこういう感じ。そうですね。普通ですね。この形だと肉に刺さっちゃう。けど包丁は刺すものじゃなくて食材を切るものって考えた時に、先端とんがってなくていいじゃんってなって、だんだん行き着いたのがここまで。でもこの先の使い方がみんなどう使うのっていう人が多いですね。肉が刺さんないじゃんって、切り方と鋼材で本当に変わっちゃうよっていうのをより深く知ってほしいかなっていう。多分そこまで考えてる料理人さんでごく一部いるかどうかだと思うんですよね。でもそれをみんなが同じような感覚でできれば、もっと食文化が良くなるなって思いますね。よかったね、そういう人が一人でもいて。そう幸せだよね。そういう人、同じような志の人がいるんだなっていう事実が生きててよかったな。で包丁はある程度の重さがあった方が切りやすいんです。軽すぎると入ってってくれない重さで、なんで自分で切りに行かなくちゃいけない、ってなると疲れてくると8割方手を切ります。俺も何度もそれで手切りました。重さ大事ですよね。重さ大事です。重さすごい大事ですね。あと僕も伝えたいのは、土屋さんは自分の手の大きさによって大きさを理解してるから、柄の大きさを本来つけるはずの柄よりサイズを小さくしてる。細いね。みんな細いです。これもそうだけど、そう細いのよ。本来だったらどんぐらいの多分これ9寸か8寸用のやつですよね。それを尺のブレードに8か9ぐらいのやつをつけてるから。華奢だね。そうこれをする人、これにこだわる人なんですよ。これをね、いっぱい比べて行き着いたんですよね。すっごい大事。自分の、体を知るっていうのがまず一番。柄が太いと疲れちゃうと思うんですよね。握んなくちゃ。でもある程度の自分の手の太さになっていれば、握らないでも添えてるだけで、あと包丁の重さで仕事ができるから疲れない。そうですね。あと小指の握りやすさも大事ですよね。そうです。小指がここの握りやすさ。太いと握りにくいじゃん、小指。でも細いと回せるまでいけるから。それでこれを入れて切る。引くちゃんと。切るときはもう切っ先のここに人差し指が伸びてきてるイメージで切ってあげる、とより切りやすい。これがこの元の方に来れば来るほど切りづらくなってきます。なんでもうここに指先が行く
人差し指がある感覚で切ってあげると切りやすいです。ありがとうございますいいおさらいだね。多分そう、自分切るのうまいって思ってる人でも自分の下手さに気づくかもしれない。あれってそう本当にちょっと悔しかったもん。ただただ悔しかった。まだまだだなと思いましたね。まあ、肉がブロックが、なかなか買えないよって人はこんにゃくでぜひやってみてください。こんにゃくでしゃぶしゃぶが切れれば、1ミリの厚さで切れれば、もう包丁はだいぶ使えるなって。こんにゃくを1ミリで上から下まで切るのってなかなか難しいと思うんですよ。難しいです。それを1回で引き切りで切る練習とかもより繊細な動きになるかなって。そうですね。確かに順番としては先こんにゃく、手に入りやすいね。そうですね。安くてこんにゃくである程度できるようになったらぜひこれ肉を塊肉。こんにゃくと油を永遠と切らされましたね。一日中油切ってたら絶対に歯が止まるじゃないですか。そうですね。歯が止まっても切れるようにしろ。どうやってだよみたいな。今のどうやってだよって気持ちすごい、さっき経験したもん。俺ももう切る前から無理って分かっちゃうのよ、経験いろいろしてると。だから本当にどうやって切るのって感じの。可能は可能なんですか？だから切り方次第だった。潰さずに。そう。本当にレベルアップして。本当にその切り方っていうので全然。あとはちょっと行きたいなと思うのはノーミーレストランさん、すごい切れ味にも、こだわってるし、でジビエもやってるってなって、一回インスタかなんかに上がってたのはイスラム式だったんで、モンゴル式。釣り下げね。そうです。モンゴル式じゃないんだっていう。それ見てさ、そんなことを思うの土屋さんだけだよ。モンゴル式。モンゴル式の方がいいけどな。あんまりなんだろうな、知られてないのかもしれないですね。いや、知らない。知らない。血もモンゴルはウインナーとかそういうの入れるんで捨てないんですよね。で、文化的に血を一滴でも垂らしたら盗撮しちゃった子が成仏できなかったり、転生できないっていうので血を一滴も垂らさずに食材として使いましょうっていう。吊り下げの理由はその方がさばきやすいからね。だからあんこうの吊るし切りとかもそうで、吊るす方がさばきやすいからもうその理由でそうしてんだろうなと思ったんですけど、見る人からしたらそうじゃないって意外とちょっと違う視点で見てあげると、なんかかわいそうとかで血が垂れちゃうとやっぱ匂いが出たりとか、味が変わるってことですね。そうです。面白い話がいっぱい出てくるね。絶対コメント来るであろうが、その先丸の研ぎ方、僕は僕なりのやり方あるんですけど、土屋さんのやり方一応知っときたくて、これが砥石だとしてちょっとどんな風にやってるかを教えてもらっていいですか？これどっから取るのが正解？もうそっからだっけ？もうしのぎに当てて横にします。でそのまんまで、この中指側に力を少し入れてあげると、この先が研げるんで、こっちをで少しずつ落として、それを繰り返す。そうです。でもここから少し R つけてあげて、っていうのですね。で糸場はさーっと。なるほど。どうやってます？いや、僕はこの帽子っていうんですけど、帽子と切り刃のここにある意味しのぎみたいのを立てるのが僕は美しいと思ってるんですよ、ものとして。なので完全にここはもうこうです。立てて。そう。だから完全にこことここで分けます。2段にして。そう。もうこうとこれが切り刃の時で、上の方は先までこう常にこうです。そうするとここで
2段でピッとそのしのぎができて、こういうそうそうそう、感じですね。これ感じます。多分これはもうこうですね。まあ人によってねいろいろありますけど、いや今日まあやってる作業を見て思いました。がっつりここ使うからこその話ですね。だからこうなる。ここの大切さっていうのがですね。みんな多分この先丸のここって飾りみたいな。もうだから飾りとして飾りとして包丁屋も言う人いるし、実際まあ使わなかったら正直飾りなんで。確かにそうですそうそうそう。でも使うってなったら確かに砥石の目だったりとか、まあ研ぎ方ちょっと変える必要があるので。で多分そのおろす、はい。例えばジビエとかでってなるともうちょっと短い方がやりやすいです。レバー先丸とかあったらそうです。確かにそれはいいかもしれないですね。なかなかないですから。レバー先丸ね作ってください。飾り切り、飾り盛りっていうんですかね。一番最初の菊のやつ。菊のやつすごかった。すごいね。ね、マダムが喜ぶよ。喜ぶね。ふぐ刺しだとあれがポピュラーな感じですよね。なんで肉ってこんな汚い盛り方してんだろうなっていう飾り切りも習いに行ったりしたんですもんね。飾り切りもそうだし、ソープカービングも。魚とか野菜って、皮の色と身の色が違ったりとか、あと角が立ちやすい硬いからねとかあって強弱つけれたり、まあ形の違いとか出しやすいから綺麗に見せやすいんですよ。でも肉って全部柔らかいし全部同じ色だし、そこでだから盛り方、野菜とか使わずにあれだけ映えさせれるのはもう神の技ですよ。まだもっともっとちょっと5年後10年後どうなってるか恐ろしいね。でも絶対包丁は必要ですね。だからこそですね。切れる包丁、そして切れる包丁と、まあ、腕、であとはこう新しく始める人はいい親方について一からちゃんと変な癖がつく前にやった方が確実です。土屋さんの連絡先、はい、じゃあ概要欄にあっておきので、なんか主にどういう依頼を受けることが多いとか可能なの？何でも、何でも例えば企業さんでもいいですし、個人の方で、パーティーでお肉使いたいんだけど、お肉の切り方ってどうやりますかとか、まあ、変な話、現地に行くと大変とか遠ければ、あれば、まあ、オンラインでやり取りしてここ取ってくださいねっていうのもできたりは。なるほど。まあもう肉に関わるものだったら何でも対応する。そうですね。とりあえず相談してください。バーベキューとかね。バーベキューとかね。ありがとうございます。変な人っているんだね。ねえ、あなたもね。家の中に宇宙人が2人もいる。